さあ、開けていきましょう。はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しい機材を紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。はい。これ何か分かりますでしょうか。ボスのエフェクターボードですね。BCB30 というですね、かつてですね、ボスから発売されていた樹脂タイプのエフェクターボードですね。かつて売ってたっていう表現したのはですね、もうこれがね、今、廃盤なんですよね、この BCB30 っていうのは。これの他にね、BCB60 っていう、もうちょっとでかい大きなタイプのものもあったんですけど、これはね、小さなタイプですね。小さなタイプの BCB30 というものです。で、今は、これのバージョンアップ版が出ています。BCB30X ってやつと BCB90X、これより結構大きなサイズのものがあります。あとはですね BCB1000 っていうですね、これは新しいコンセプトのですねスーツケースタイプになっていて、ガチャコンとここからでっかいんですけど、こうじゃじゃじゃっとスーツケースみたいにですね取っ手を取り出してでゴロゴロ引いていけるっていうものが現在のラインナップではあります。ですので、今から買うんだったら、その新品で買うんだったら BCB30X なり 90X なり1000かなと思うんですけど、今中古でですねこの BCB30 っていうのがね結構お安く手に入るということで今回は紹介したいと思います。廃盤とはいえね全然今でも使えるんで、とってもね工夫次第でいろんなことができますので、ぜひね興味ある方はですね概要欄にですね商品のリンク貼ってますので、ぜひね動画を見終わった後にですね、ご覧いただければと思います。はい、こんな感じですね。僕の動画ではですねエフェクターボードやギターの機材の話ですねをやってますので、ぜひねチャンネル登録していただいて、またですね後半も見ていただけるととっても嬉しいです。ではですねこのケースを見ていきたいと思います。はい、まずはですね外観はこんな感じ。結構かっこいいですよね。これ全部ね樹脂でできてます。はい、いわゆる一般のエフェクターボードだったら横にね鉄のアルミのフレームとかついてますよね。はい、でもっと四角いカチッとした印象なんですけど、結構ねこの特徴的なのはこの R ですね。この角ですね。角がこう丸っこくなってるんで、この辺は面白いですよね。なので例えばこのサイズだったら、これが入るカバンだったらこうズボッと入れることもやりやすいんじゃないかなと思います。角がない分ね、そういうことがやりやすいのかなと思います。はい、サイズ感はですね、330、33センチに、奥行きが81、8.1センチですね。で、高さがですね、高さが30センチですね、300ミリになっています。そしてですね、これのとってもいいところは、とっても軽いんですね。表記ではですね、1.2 キロってなってるんですけど、めっちゃ軽いです。物を入れてないから軽いっていうのもあるんですけど、ケース自体もね小柄ですし使いやすそうな印象ではあります。そしてね、これちょっと特徴的だから僕はこれ大事だなと思ったのが、ここにねゴム足がついてるんですよね。ここ見えますかね。こことここにゴム足がついてます。なのでギュッて踏んだ時に滑らないようなですね工夫がなされています。昔ねこの動画でちょっと喋ったことあるんですけど、安いエフェクターボードを買ってくるとですね滑り止めがないのでギュッて踏んだ時にケース自体がずるっと滑っちゃうみたいなことがよくあったので、足をつけたりしたことがあったんですよ。はい、これですね。ちょっとシールいっぱい貼ってるんですけど、こういうシールいっぱい貼ってるんですけど、こういう安いエフェクターボードを買ってきて、ここですね、見えますかね。こういう感じで足をつけています。こういうところとかですね。こういう感じで足を何個かつけてます。東急ハンズで買ってきてネジ通してネジ貫通させてですね、であとは接着剤と一緒にギュッと留めちゃうんですけど、こういうのをつけることによってね、こう置いて踏んでもギュッと滑らないみたいなことができるんでね、そういう工夫をね昔したことがあります。で、BCB30 においてもここに薄っぺらいですね、ゴム足がつけられているという感じですね。なので、滑らない工夫っていうのはされています。僕の実際の体感ではここの2つなんで、全然ね滑らないことはないです。ずるっといっちゃうこともあるんですけど、ただね何もないよりはね多分いかないと思うので、その辺の工夫がいいなと思いました。そしてですね、この開け口はこういう感じになってますね。ここをスコッとやるとこうパカッと開きます。ここでいいなと思ったのが、エフェクターボードって結構ねこういう金具ついてるじゃないですか。こういうのがね引っかかったり、カバンにガラガラ引っかかってバサーって出ることがねたまにあるんですよ。けど、これ横スライドなんで、結構横スライドだしこうカチッといくんで、そういう事故も少ないかなと思います。結構考えられてますよね。でそうですね。でこのパーツも樹脂ですね。プラスチックみたいな素材です。はい、で開けるとこうパカーンと
いかがでしょうか。めっちゃかっこいいですよねこれ秘密基地って感じのかっこいい感じですね。これが2つに分かれます。はい、こういう感じでバコッと2つに外すことができます。下側は使わなくてですね、ボード側にはこんな感じのレイアウトがされているというか、本当に樹脂なのでこの一体のパーツなんですよ。はい、これがでこのボスの筐体のサイズに合わせて、3箇所置くことができます。本当にシンプルですよね。なんだボスの筐体専用なのかって感じですけど、これがね、ボスのエフェクターっていうのは世界でも非常にですねポピュラーでベーシックな形をしておりますので、ボスのコンパクトのサイズをベースに、作ってるエフェクターもたくさんあるんですね。なので意外といろんなエフェクターがこのサイズにマッチするので、意外と使えるかなと思います。もしサイズ合わなくても、じゃあここにマジックテープ貼ったり、なんか違う方法でですね取り付けて横に置いて普通に使えばいいのかなと思います。こんな感じの形なんですけど、じゃあですね、実際にですね、配線はしないんですけど、エフェクターを置いて、どんな形になるのかっていうのをですね、やってみたいと思います。ということで、行ってみましょう。さあ、開けていきましょう。ここですね、ガチャッと開けまして、おめでとうございます。スペース的にはこんな感じですね。ここね、こんな感じでギュッと下に下ろすとですね、蓋が取れます。でちょっと蓋はのけておきましょう。はい、でこんな感じになっております。非常にいい感じかと思います。で、横にですね、こういったですね、切り欠きが、ついてますね。で、この部分がエフェクターから出るですね、シールドですね、ケーブルをですね、出すところというイメージですね。こちらにも同様についております。はい。ここに3箇所エフェクターを置けるところがあって、各エフェクターはですね、ちょっと爪がついてますので、ここでね、ギュッと止めるような感じになります。でこのスペースはちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと小スペースがあります。ここですね。はい、ここは小スペースがあります。ピックケース入れたりできるんじゃないですかね。あとはですね、TU3S っていうなんかちっちゃいエフェクターありましたよね。ちっちゃいチューナーがありましたよね。もうこれのちっちゃいやつですけど。それなんかここにガポって入らないんですかね。なんか入ったらちょうどいいですよね。なんかもし知ってる方がいたら教えてください。はい、こんな感じですね。じゃあ実際エフェクター入れてみましょう。ちょっと仮にですけど、でここにですね、入れていきたいと思います。でさっきのこの爪がですね、しっかり横でグッと挟み込んで取れなくなるというような感じですね。エフェクターがこうズボッと、結構簡単にいきます。ほら、すごいですよ。取れない。ちょっとこう浮いてきたりはしますけど、立てて反対向けても全然取れないです。いいですよね。せっかくなんでボスのエフェクター3つ置いてみましょうか。適当に何か3つくろって、よし、めっちゃいいですね。ここがですね、ちょうどこのネジの部分ですね。ここが干渉しないように、ここにくぼみがありますね。こういうデザインの専用感がかっこいいですよね。そしてじゃあ空間系いきましょうか。これなんかどうでしょうか。この動画で紹介した DM2 ですね。アナログリレーをこんな感じでですね、はい、こんな感じでザクッと入ります。これいいですよね。どうですか？僕めっちゃかっこいいと思うんですけど、さっきも言いましたけど、この専用設計感がたまらないですね。こんな感じ。もちろんね、3つつけてももちろん落ちないです。はい、落ちないですね。で、踏みやすいですね。ここの高さとかで、ここもね、この設計が憎いんですけどね、これちょっと斜めになってるんですよ。ちゃんとこうやって足をこう入れて踏むですね、この角度をねちゃんと分かってるんですよね。踏んでもここに当たらないと。こういう細かな設計がね、僕はねこういうところにね惹かれちゃいますね。でこれで、ここからですね、ここもちょうどこのシールド出せる部分ですね、開いております。で出す部分もここが開いてます。これステレオでもねちゃんと出せます。ここもちゃんと電源ですね、電源ケーブルを出すようにここが開いています。でこのスペースが開くんで、パワーサプライ使う方だったらパワーサプライ置いたり、何かですね小物ですね、加工置きだったり、あとはピックケース置きみたいなものを一緒にですね収納するといいんじゃないかなと思います。で僕はですねこれでボード組むとしたら、他のですねメーカーのエフェクターも混ぜながらちょっとやってみたいと思います。ちょっと外していきましょうか。外すのもね非常に簡単です。で結構ギュッと入るんですけど、こんな全然傷がついたりしてないですね。頻繁にね出し入れとかしてたりすればもしかしたらつくこともあるかもしれないですが、
今のところ大した傷はついてません。じゃあですね、こっちにですね、これですね、この動画で紹介したアナサウンズのユートピアです。これはめていきましょう。バッチリサイズですよ、これ。ほら、めっちゃちょうどじゃないですか。ちょっと硬いけど、ギュッと押し込めば入ります。バッチリじゃないですか。で、これもね、同じようなサイズなんですよ。アイバニーズの TS9 ですね。歪みをじゃあここに。で、ちょっとね、この TS9 ちょっと硬かったんで、さっきのチョボを削ったり、もうちょっとギューッと押し込むとしっかり入ると思います。こんな感じですね。他のメーカーの筐体でも入れることができます。ベムラムのジャンレイなんかもね、入りましたね。はい。こんな感じで入りました。そしてですね、僕だったら、こんな感じで作って、こいつがですね、上からジャックを出すことになるんで、ここにですね、ちょっと何か台を乗せて、こういう感じで、こういうのを置きたいですね。でもこうかな。こうやって、ちょっと何か台に乗せて、ここ上に上げるのは、このジャックがですね、ここはね、切り欠きないんで当たっちゃうんで、ちょっと高さを持たせて、外に出せるようにするみたいな意味合いです。こういうのを使って、こう入って、こっち行って、ここから帰ってきて、こっち行って出ていくみたいな、こういうシステムを組みたいですね。僕だったら。で、ここに何か、小物だったりカポを入れて、お気軽に運べるみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、意外とね、このサイズっていうのは、ね、意外といろんなエフェクター入ると思いますので、ぜひね、興味ある方はですね、ぜひ試してみてください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。BCB30 ですね。いい感じですよね。エフェクターしっかり入って、で何か止めなくてもギュッと押し込めば繰り返しも取れないので、非常にね使い勝手がいいかなと思いました。軽いということと、この箱自体がちっちゃいっていうことでですね、非常に使いやすいし、アレンジがたくさんできるんじゃないかと思いました。非常にねシンプルで小さくて使いやすい、とっても好印象なボードでした。今ね、この動画なんかで大きなエフェクターボード組んでるよっていう話はしてるんですけど、これサブボードにもめっちゃいいと思いますし、興味ある方ぜひ見てみてください。中古だったらお安く手に入れることができるんじゃないかなと思うんですけれども、新品とか新しい機能のものがいいなっていう方はですね、これのねバージョンアップしたですね BCB30X っていうのがいいんじゃないかなと思います。それもですね、概要欄に商品のリンクを貼ってますので、ぜひねそちらも確認してですね、購入検討してみていただければと思います。で、僕の動画ではですね、こんな感じでボスのコンパクトエフェクターの話だったり、ボス以外のエフェクターの話だったり、そしてですねギターの話だったり、あとはバンドマンのエフェクターボードの話なんかもねやっておりますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日はボスの BCB30 の紹介でした。本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。